日立製作所は電解層を一切自社で作らずにグリーン水素インフラの中心に立とうとしています。2025年3月以降、高輪ゲートウェイ駅のプロジェクトで動き始めた水素サプライチェーンの設計、構築を一手に担ったのは日立でした。電気を水素に変える心臓部である電解層、その本体を作っているメーカーは別に存在します。しかし、インフラ全体のコストを左右する一番の急所を握っているのは、電解層メーカーではなく日立だというのです。これは今の社会情勢において非常に重要なポイントと言えます。2026年4月、日本で GX-ETS という排出量取引制度が正式に動き出しました。対象は年間10万トン以上の二酸化炭素を出す国内およそ300から400社。日本全体の排出量のおよそ6割をカバーする巨大な枠組みです。2027年の秋頃には排出枠そのものが市場で売買される段階に入り、二酸化炭素の排出量は会計帳簿に影響を与えることになります。製鉄所も化学工場も切実に安いグリーン水素を求め始めることになるでしょう。ところが、日本のグリーン水素の現状コストは1立方メートルあたりおよそ100円。政府が2030年に掲げる目標は30円。およそ3分の1という挑戦的な削減目標です。このギャップを埋める鍵は、電解層そのものの改善だけではありません。それよりもっと地味で、しかし大きな山が電解層の外側に隠れていました。その山を削る技術を電解層を作らない日立が静かに積み上げていたのです。グリーン水素の値段はなぜそんなに高止まりしてきたのでしょうか。電解層が高いからだと答えたくなりますが、実は話はもっと複雑です。海外の研究機関がまとめた電解プラントのコスト内訳によれば、使用技術や規模、電解方式によって差はありますが、水を電気で割る主役である電解層そのものが占める割合は、全体のだいたい3割から4割ほど。残りの6割から7割を占めているのは、電解層の外側にある配管、電源装置、制御システムといった脇役の集まりです。この脇役の一群を業界では EOP、バランスオブプラントと呼びます。電解層以外のプラントを動かすための周辺設備すべてをまとめた言い方です。その BOP の中でも最も重く、最も場所を取り、最もコストのかかる存在が電源変換設備。発電所から届いた電気を使えるように変換する設備です。発電所から送られてくる電気の電圧は数千ボルトから1万ボルト。一方、水を割る電極が直接受け取れる電圧はせいぜい1000ボルト未満です。この10倍以上の落差を埋めるために、重たい鉄の塊である変圧器と高い電圧を直流に変える整流器が何段にもわたって並べられてきました。例えるなら、高いビルの屋上から地上までいきなりは降りられないので、階段を何段も設けてじわじわ下ろしていくイメージです。しかも階段を1段降りるごとに荷物がほんの少し軽くなっていきます。その軽くなった分は熱として逃げていく電力ロス。1台ずつの効率が高くても、最終的に電解層まで届く電気は目に見えて目減りしています。仮に100メガワット級、つまり住宅20万世帯分に相当する発電規模のプラントで試算してみましょう。年間に扱う電力量はおよそ8億から9億キロワットアワーに上ります。そのうち 3% が階段上の電力変換で失われれば、年間およそ2600万キロワットアワー以上。電力単価10円で換算すれば、年間 2.6 億円規模の電気代に相当。あくまで試算ですが、階段の段差一つで年間数億円が熱に変わっている計算です。グリーン水素の運転コストの6割は電力費と言われています。だからこそ、電気を無駄なく電解層まで届けることは、電解層そのものを速くすることと同じくらい
水素の値段を左右する話なのです。では、この巨大な階段をもし取り払ってしまえたらどうなるでしょうか。答えは、まさにそこに手をかけようとする日立の発想にあります。日立が2026年2月に発表したのは、10kV という高い電圧を変圧器を介さずにそのまま配管の中を流せる絶縁配管技術でした。これまでも水素プラントの中を走る配管には水と水素ガスが同時に流れていました。水は電気を通しやすく、水素は燃えやすい。この2つが混じる環境に1万ボルトの電圧をかけたら瞬間的に火花は走り、配管全体が内部から壊れてしまう。だからこそ世界中の電解層メーカーは必ず階段で電圧を下げてから電解層に近づけるしかなかったのです。しかし日立は発想を逆転させました。水と水素をただ運ぶ道だった配管そのものを電気を絶縁する部品へ作り変えてしまったのです。水と水素が流れる管に1万ボルトを通すには、電気を遮断する、水素を漏らさない、圧力に耐える、熱に耐える、腐食しないという条件が同時に求められます。日立は電気を通さない樹脂、水素を漏らさないフィルム、繊維強化プラスチックを役割分担させて層状に組み上げることでこれを実現しました。この一本の管が巨大な階段を取り払う突破口になるかもしれません。しかし、なぜ電解層を作っていない会社がこの急所を握ることができたのでしょうか。世界の水電解装置市場は今異様な速さで中国一強に傾いています。IEA が2025年にまとめた報告では、2024年末時点で世界に設置されている電解装置の容量はおよそ2ギガワット。その6割以上を中国メーカーが占めています。さらに衝撃的なのは、中国国内で製造し設置されるアルカリ型電解装置の値段。中国製システムの総コストは 1kW あたり日本円換算でおよそ9万から18万円の水準にすでに到達しています。一方、欧米のメーカーの装置は約10から20万円です。日本政府が2030年に掲げるアルカリ型電解装置の目標コストは 1kW あたり5万2000円。中国メーカーは安い人件費と垂直統合された素材サプライチェーンを武器に、すでにそのラインの近くを走っています。日本のメーカーが同じ条件でコスト競争に挑むのは難しいでしょう。ここに、日立が電解層を自社で作らないという戦略の合理性が浮かび上がります。電解層メーカーは世界にひしめいています。ドイツのティッセンクルプ、ヌセラやシーメンスエナジー、ノルウェーのネルハイドロジェン、そして日本の旭化成。これらの会社はどこも電解層そのものの性能と低価格化で激しく競り合っています。ですが日立は電解層の外側、つまり電源変換と給電インフラという誰も主戦場にしてこなかった場所に静かに陣を敷いていました。なぜ日立だけが BOP という地味な山に狙いをつけられたのでしょうか。本当にその壁を越えられる裏付けがこの会社にあるのでしょうか。その答えは30年以上前から日立グループがひたすら磨いてきた意外な分野の技術にあります。工場の動力機械を動かすための高圧ダイレクトインバータという看板商品。インバータとは電気の周波数や電圧を自在に変えてモーターの回転数を思い通りに操る装置です。家庭用のエアコンで消費電力を細かく調整している部品を工場規模にまで巨大化したものだと思ってください。日立グループのインバータはポンプやファン、コンプレッサといった重工業の動力機械分野で主要な製品の一つです。モデルにもよりますが、このインバータが扱える電圧帯は 2400V から11000V 規模。重工業の高電圧領域を数十年にわたって任されてきた実力があります。高い電圧の時、どの部品の隙間から火花が飛びやすいか、
どこを絶縁すればどこまで安全か。この膨大な失敗と成功の積み重ねが水電解用の一本の絶縁配管の内部設計図に反映されているのです。電解層は作っていない。でも電気を高電圧のまま精密に扱うという部分では数十年分の手札が揃っていた。この組み合わせが中国一強の逆風の中で日本は握れる数少ない戦略的なポジションを形作っています。ではこのポジションは実際にどの現場のコストを揺らし始めているのでしょうか。高輪ゲートウェイ駅のプロジェクトで日立はサプライチェーンの系統制御の主役を担っています。電解層そのものは別の会社が作っていますが、電気をどう配り、どう貯め、どの瞬間にどのタンクへ届けるか、その全体の指揮を執っています。この構図はプロジェクトの外にも広がっています。水素産業全体を見渡すと、関わる企業は大きく二手に分かれます。一つは技術を提供する側。日立に加えて電解層の中核部品を作る旭化成が挙げられます。旭化成は2025年7月、フィンランドの企業から初となる商用の電解装置を受注したことを発表し、2026年3月から現地への設置作業を始めました。フル稼働時の水素製造量は1日あたりおよそ 400kg。燃料電池車のタンク容量を 5kg で計算すると、自動車およそ80台分の燃料に相当する量です。2028年度には川崎製造所の新工場と既存設備を合わせて年間3ギガワット超の生産能力を構築する計画も進んでいます。公式な連携はないものの、電解層を作る旭化成と電解層の外側の給電インフラを磨く日立は技術的に双方的な組み合わせといえるポジションにあります。もう一つは技術を活用する側。製鉄所や石油化学コンビナート、燃料電池で水素を使う運輸業界です。中でも製鉄業は一番先にこの技術の恩恵を受ける産業になる可能性があります。日本製鉄はスーパーコース50と名付けた高炉内での水素吹き込み技術で2024年11月から12月にかけての試験で二酸化炭素排出量を従来比 43% 削減することに成功。JFE スチールも2025年春頃、千葉製鉄所に150立方メートル規模の試験高炉を稼働させています。製鉄所は電力と敷地はあるものの、新たに広大な水素プラントを別棟で建てる余裕は限られています。もしBOP 革新によって水素プラントの設置面積が100メガワット級で最大半分にまで縮まれば、季節の高炉のすぐ脇に水素製造装置を後から差し込むという従来では難しかった選択肢が現実味を帯びてきます。こうした産業の動きと歩調を合わせるように、国の制度設計の側でも風向きは急速に変わろうとしています。水素社会推進法に基づく価格差支援事業は、政府が認定した水素プロジェクトに対し、供給開始から15年間、グリーン水素と化石燃料由来水素の価格差を公的に補填する仕組みです。2025年9月以降、認定を受けたプロジェクトはいくつか積み上がり始めています。そして、その背後で GXETS の本格運用が始まりました。2026年度の炭素価格の上限は1トンあたり4300円、下限は1700円と想定されています。二酸化炭素排出にコストがつけば、鉄鋼と化学の大口排出企業にとって、グリーン水素の経済合理性は急速に高まるのです。それでも視野を世界に広げると、日本の立ち位置は微妙と言わざるを得ません。FID と呼ばれる最終投資決定まで進んだ電解装置の規模は、世界全体でおよそ20ギガワット。IEA が2030年の目標とする560ギガワットに対して、まだわずか 3.6% に過ぎません。日本関連企業による電解装置の導入目標は、2030年までに15ギガワット。今後15年間で噛み合わせて
15兆円規模の投資が行われるとされています。ただし、その投資の中で、電解層本体のコストで中国と直接戦うのは、もはや得策ではない。電解層の外側にある BOP の山を誰が最初に削れるか。この競争の最前線に電解層を作らない日立が静かに立っています。電解層本体は別の会社が作っているのに、インフラ全体のコストを動かす中心にいたのは日立。なぜそれが成り立つのか。今日のお話を3つのポイントで整理します。1つ目は、電解層が高いから水素は高いという思い込みをまず手放すべきだということ。電解プラントの費用の6割から7割は電解層の外側の付帯設備、いわゆる BOP が占めています。水素の原価を動かしたければ電解層の性能だけを追いかけても届きません。その一番重たい山が発電所からの高い電圧を階段状に下げていく電源変換設備だったのです。2つ目は、日立が磨いていたのは電解層ではなく、電気を高電圧のまま精密に扱う引き出しだったということ。工場用の高圧ダイレクトインバータで2400から11000V までの電圧を扱ってきた数十年の設計知見。それが2026年2月発表の 10kV 級絶縁配管という一本の管の中で形を変えて生きています。階段を何段も踏むのではなく、高い電圧のまま直接電解層に届ける新しいルートを照らす技術です。3つ目は、舞台はもう電解層を作る競争ではなく、電解層の外側を削る競争に移りつつあるということ。GXETS が動き出し、製鉄所には水素需要が現実のコストとして見え始めました。装置コストで中国と真正面から戦う道が難しい中で、BOP を削る技術に数十年の蓄積で応じられる日本企業は決して多くありません。水素が化石燃料と同じ土俵に乗るまでに残された時間は、政府目標の2030年30円まであと5年です。電解層のスター選手ではなく、電解層を支える見えない主役が、実は水素経済の行方を決めるのかもしれません。あなたは電解層そのものの技術競争と、その外側の給電インフラの革新、どちらが2030年の水素価格を左右すると思いますか？ぜひ皆さんのご意見や感想をコメント欄で聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。